日の舞の熱波ラジオ12分でサウナラー。このラジオはサウナの12分の砂時計代わりになるラジオとなっております。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。いや、なんか最近私、一人カラオケにハマってて。やったことない。本当ですか？ないです。結構なんか一人カラオケの人いるんですよ、見てると、で一人カラオケ行くのも最近デビューしたので、ちょっと恥ずかしいっていう気持ちがあったりとかしつつ、後輩誘ったらいいじゃないですか。いや、誘えないあ、そうですか。そうね、一人カラオケ行って、でカラオケ歌って楽しむじゃないですか、結構一人で踊ったり歌ったり、うわー、羨ましいな。羨ましいですね。一人でいるのに、俯瞰の自分が見えちゃうんですよ。はい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 。そうそうそう。で、私はもうご飯とかも食べたりとかして、結構楽しんじゃうんですけど、その10分前のコールってあるじゃないですか。それで店員さんがプルルル、あ、お楽しみ中のとこすいません、10分前ですみたいな言われるじゃないですか。あれがマジで苦手で、お楽しみ中のとこすいません、わらが入ってるように感じるんですよ。見てましたよみたいな。一人ではしゃぎやがってが入ってるってことですか？見てましたよ、あなた一人ではしゃいでて楽しそうでしたねみたいな。でも一人なんて寂しいですねみたいなのが、そのお楽しみ中のとこすいませんの裏にカッコで入ってるように感じちゃうんですよ。それね、もうすごいそれが恥ずかしくて、なんで私10分前のコールはもう取らないようにしてて、もう鳴ったら出ずに勝手に自分で出てくだよ。そうもうあれ言われるとすごいなんかそのスンってなっちゃうんですよ、気持ちが恥ずかしくて。あれはいいんですか？その食事するときに、歌ってる最中に店員が持ってくるじゃないですか、あれはいいですか？それはお楽しみ中のとこすいませんって言われるよりまだマシ。あれはもう普通に、はい持ってきましたよじゃないですか、別に何も言わないじゃないですか、その言葉がすごい嫌で、なんか違う言葉に変えてほしいって思って。絶対思ってる人いません？いるかもしんないですけど、それはあれですか、一人カラオケ専門のカラオケボックスですか？いや、全然もういろんな人が入って。じゃあ思ってる人いるかもね。多分一人カラオケの専門のカラオケだったら多分思わないという。一人カラオケの専門のもしカラオケがあるとしたら、お楽しみ中のとこすいませんって多分マニュアルじゃないですよね。なんかなんだろう、10分前ですって、それだけでいいんですよ。すいませんのごめんなさい絶対思ってないのに、言わないでくださいっていう、ちょっともうクレームが最近あります。意外と気にしいですね。なんかそんな、なんていうんですか、言葉の一つ、そんな気にするタイプなんですね。意外となんかなんだろう、気にするとこ気にしちゃうみたいな。だから一人カラオケも自分的にちょっと寂しいことと思ってるから、なんていうの、なんか言われたことで気になっちゃうみたいな。なんかそこまで気にしないことのが多いけど、こういうことがあると、なんか私に何とか言ってきてみたいな思っちゃうタイプかもしれない。なるほどね。澤田さん気にしないですか？いや、僕は気にしますよ。気にしそうじゃないですか、僕。気にしそう、めっちゃ。なんか気になるんですよ。繊細そう。前回の話じゃないけど、その後輩誘って、そろそろ帰りたがってるかなとか、でそんなのが全然こっちの思い過ごしで、ちょっと気使って早めに解散したら、もうちょっと飲みたかったっつって別に飲み行ってたりとかもあるんで、そういう気は使いますし、なんかいろいろ結構 LINE とかの文章とかも割と気使いますけどね。何型ですか？僕 B 型です。B 型か。なんだっけ、運動家とかのやつ、MBTI あれは MBTI なんだったっけな。あんまね世代じゃないんで覚えてないですよ。やりましたけど。やっぱやらないんだ。やるけど覚えてないんだ。人に言われてやって、あれ緑とかあるやつは違いましたっけ？なんか緑でしたよ。僕緑の誰か。なんか私も31歳だけど、私より下の世代の人たちって、みんな MBTI 何って聞いたら、一発で答えて、それなら
なんかあんまり友達になれないなとかあるらしいですよ。そうですよね。だって就職面接でとかもあるらしいですね。あと小学校でもなんか MBTI 言い合って、私たちあんまり合わないね、友達になるのやめようとかもあるらしいです最近。それだとなんか良くないな。いやね、誰と誰が会うか分かんないですからね。そう、でもみんな小学生とか中学生とかそれを気にしちゃって生きてるらしい。なるほどですね。MBTI はあれですけど、でもなんか割と気にするタイプではありますね。なんかまあ繊細そうですもんね。繊細ですね。弱いですね。結構その元カノに言われたぐさっときた一言とか覚えてるタイプですか？元カノに言われてぐさっときた。ぐさっときたのは覚えてないですけど、でもことごとく向こうから言われて別れることの方が圧倒的に多い気がする。あの時ああしとけばよかった、ああ言っとけばよかったとか。逆にだからちょっとね、心許して調子に乗っちゃうと、それがまた良くなく働くこともあるし。なるほどなるほど。そんな感じです。なるほど。じゃあでもカラオケは引き続きいいですね。一人で後輩誘ってくださいよ。いやーちょっとやだな、もう恥ずかしいもん。じゃあ行きましょうか。はい、ということで、サウナトーク。はい、行きましょう。じゃあてれん、ロッカーナンバー51、ヨッシーさん。ダンスが踊れる、絵がうまい、歌が上手、芸能界で一番プラスに働くのはどれだと思いますか？どれか一つってことですね。ダンス、絵、歌。うわ、絶妙ですね。でもこれ職種によって違う気がする。確かにそれはある。で、日野さん女優、日野舞だったらどれですか？この能力欲しい。私が女優だとして、女優だとして女優やってますよね、女優業も。ちょっとだけ、女優だとしたら歌が上手かな、やっぱり。僕もそう思います。そう、ミュージカルとか。そうですね。で、なんか女優さんが歌うとなんかすごい盛り上がるじゃないですか。主題歌歌えるしね。だから仕事の幅が一番増えるのは女優さんは、僕も歌が上手だ。確かに。ただこれ芸人になったら全然違います。芸人さんはね、まあ芸人は下手がね笑いになるからまあいいんですけど、でもこれだったら芸人さんだったら僕は圧倒的に一つあります。絵じゃない？絵がうまいね。そうなんか芸人さんって絵がうまい人多いイメージで、芸術的なセンスがある人って思われますよね。いや、それもあるし、センスがあると思われるのもあるんですけど、大喜利で、答えを思いついてるのに絵が描けないから断念することめっちゃあるんですよ。そうなんだ。例えば日の舞がサウナの中から覗いてるっていう回答でそれを絵で表したい時に、サウナから覗いてる日の舞が描けないんですよ。確かに。そう、大喜利で生かされてくるんだ。そうで、絶対でもちろんダンスがうますぎるのも、さやかの石井くんとかみたいになんかいたりするけど確かにあれ面白い。でもダンスをうまくてめっちゃ面白くて売れてる人っています？そのダンス芸人みたいな人。僕のイメージはやっぱオリエンタルラジオかな。あっちゃんかっこいいのやったんすね。なんかそうでもダンスってうまいからそれを笑いにすることができるわけであって、そもそもダンスが踊れなかったらその笑いに昇華する発想が出てこないんですよ。で歌もそうだと思うんですよ。ただ絵がうまいは絵に知見がなくても大喜利とかやってたら出てくるんです。使えるのか。でも総じて言えるのはその、タレント、女優、アイドルとかでもこれの中にないので一番大切なのはやっぱトーク力じゃないですか。まあね、それはね。もう女優さんでもトーク力があったらバラエティで面白いし、アイドルでもトーク力あったらバラエティで面白いしみたいな。そうですね。なんかトーク力とかは割とその芸能界でましてやそのバラエティ出るんだったら、どっちかというと必須能力。これはなんか特殊能力で。ちなみにこれどうなんですか？じゃあ例えば5段階評価で、ダンス、絵、歌、日野さんはどんな感じなんですか？私が、歌はほんと3ぐらい。その
5段階だったら、下手でもない、うまくもないので、その飲み会とかでカラオケ歌ってよってなった時に、1番に歌ったらみんなが安心するレベルのやつ下手でもないしうまくもないから次に入れやすいっていうそうくらいのレベル。確か上手い人なんて嫌だわ嫌ですよね。そうで、絵は下手なんですけど、下手うますごい失礼なこと言っていいですか、絵下手そう失礼いやなんか絵がなんかいわゆる普通のじゃあ像描いてとかは下手そう、下手ですよ。もし上手い可能性があるとしたらなんか水彩とか確かに、いや絵は下手なんか下手で下手だから、下手なんだけど味があるってよく言われて、それは大人が気遣ってるだけですキノさん申し訳ないです。そうなの、真に受けてた。ダンスはどうですか？ダンスはゼロです。全く踊れない。あれでももともとアイドル志望ですよね。はい、でもクラシックバレエやってたんで。じゃあ踊れるじゃないですか。でもそのあっちのダンスは踊れないです。ヒップホップそうかっこいいアイドルダンスとか、あれはマジで踊れない。もうコピーしても全然踊れない。例えば TikTok でバズってますっていうのをよくそれこそグラビアとかの方もやられることあるじゃないですか。あんなのはダメ。いや昔めっちゃやってましたけど、TikTok なんでごまかせるんですよ、ここだから。全身で踊れって言われたら全然無理だから、バレエをやってたっていうのがあるので、1ぐらいかな。だからこれ1はでも5段階で1はもう下手ですよ。ド下手ですよ。じゃあ下手です。じゃあでも、じゃあそういう中で欲しいのは歌が上手。歌が上手だと結構魅了できますし、結構モテますよね。やっぱ歌が上手いだけで。確かに。そうだからダンスでキュンとすることもありますけどね、男から。可愛いとこですよね。はい、ということで皆さんありがとうございました。さよなら。